山川ブランクスのフィールドスタッフ郡司です。2024年2月末発売予定の今回ブルーカレント100ベータ、こちらの方をご紹介しようと思います。ルアーを何種類かテストしながらロッドの方の説明をしていこうと思います。よろしくお願いします。タックルの方がブルーカレント100のベータです。リールがステラの4000番に P が 0.65 のリーダーが16ポンドでやってみます。でまずはコアマンさんの VJ16 から投げてみます。今河川の河口部でやってるんですけど、こういう河口部だったり、もちろんサーフだったり磯とか、遠投が必要な場所ですね。そういうところで非常に使えるロッドになってます。足場が高い堤防とかで、風があったりとかする時も、水面とロッドが近くなるので穂先が風の影響とか受けにくいんで、そういう時も釣りしやすいですね。でちょっと風が吹いててもすごく振り抜けのいいロッドになってますので、ストレスなく釣りは展開できると思います。でボトムの着底の感度も非常にいいですね。サーフとか河口部のこういうジグヘッドとかジゲットワームとか使ったヒラメとかにもいいと思います。こういう河口部とかは地形とか流れの変化がすごく食わせどころの大事なところになるんですが、感度がいいのでボトムの形状だったり質感も分かりやすいし、ゲーム展開が比較的組み立てやすくなりますね。やっぱ遠投が効くんで広い範囲探れるっていうのもこの100サーフの大きい利点だと思います。今までこういう10フィートのライトゲームロッドっていうのは山川バランクスでは展開してこなかったんですが、この100が出たことによってちょっとゲームがだいぶ変わってくると思いますね。あとちょっと届かないところに届くようになりますし、沢越しとかのボイル値にもすごくいいと思います。はい、堤防に移動してきて、メタルジグの方を何個か投げてみます。でまずは 5g から投げていこうと思います。5g のメタルジグもすごく投げやすいですね。長い竿で軽いやつを投げるとちょっとやっぱルアーの存在が分かりにくいんですけど、このティップのバランスも非常にいいんで分かりやすいですね。しっかりと重みを感じて投げることができます。ティップの方で操作すれば非常にアクションさせやすいです。15g のメタルジグに変えました。こちらを投げてみます。今 15g のメタルジグ投げてるんですけど、めちゃめちゃ気持ちよく飛んでいってくれますね。遠投して届かなかったナブラとかにも届いてくると思います。山川ブランクスで言ったら Q3 のオールレイジが今まで一番長かったんですが、やっぱあれよりもちょっと飛距離は伸びてますね。でその分あとちょっとで届かないところとかにピンポイントで振り抜けよくルアーを送っていくことができますね。この 0.65 とかを使用して
今まで届かなかったエリアとかちょっと流れがある場所でもやっぱ水圧水の流れを受けにくいので、飛距離を出して細いラインでちっちゃいジグで狙っていくスーパーライトショアジギングなんかにもすごく向いてますね。この振った後のだるさが全くないので、この振った時がやっぱ一番ロッドって曲がると思うんですけど、そこのだるさがないってことはこのしゃくりにもすごく貢献してますね。水抜けよくジグを飛ばすことができます。広範囲にアピールして魚を釣ることができますね。次は 20g ですねを投げてみます。この 20g とか 15g がスーパーライトショアジギングでは一番使うウェイトなのかなと思うんですけど、もうめちゃめちゃ操作感いいですね。今 20g 投げてるんですけど、こちらも非常に投げやすいです。今スーパーライトショアジギングはこの 15g とか 20g とか使われる場面が多いと思うんですが、そこら辺のメタルジグでもレスポンスよくしゃくることができますね。 20g のメタルジグでもティップが戻りが早いですね。しっかりと横に飛ばせてます。次はジグの 30g ですね。こちらを投げてみます。ジグのメインが15から20使ってて、流れが速くてボトム取れなかったりとか、もうちょっと遠くに飛ばしたい時とかはやっぱ30とか使われると思うんですが、この 30g でもロッドがしゃくり負けしてませんね。だるさないですよ。今手首だけでしゃくってるんですけど、全然しゃくれますね。これがもうロッドが負けてたらやっぱ肘に置いてこうしゃくんないとしゃくれないんですが、もう手首で全然しゃくれるんで、 30g でもロッドの反発はちゃんと活かせてしゃくれてます。でフルキャストも当然できますね。ライトゲームで 30g はなかなか使わないんですが、やっぱどうしても届かない時とかあるんで、やっぱロングロッドなので遠くに飛ばすために重いジグ入れたりされると思うんで、軽いところから重いところまですごく使いやすいようになってます。すごいしゃくりやすいですよ、30でも。次はシンキングペンシルを投げてみようと思います。ちょっと向かい風ですけど飛距離も十分出ます。この新ペンを用いてゴロタの大きめバルとか、あとはシーバスですね、バチ抜けパターンとかホタルイカパターンとかにもすごく使いやすいと思います。レングスが長いんで、やっぱこういうちっちゃい新ペンとかだとこう存在が分かりにくいかなという懸念点があると思うんですが、ボディが触れてるのがしっかりと伝わってきてるんで、食わせどころがはっきり分かりやすいですよね。流れの変化を捉えたらこれがもうちょっと重くなったりとか、その入る間際がやっぱり一番食うんで集中できますね、釣りに。はい、次はフロートの 15g にジグヘッドの 0.5g、 こちらでやってみます。ティップの方がしなやかなので、こういうフロートとかでもリグの存在が分かりやすいので、堤防とか磯場とか、もちろんサーフですね、そこら辺で遠投してフロートを使用される方にも最適なロッドになってます。
非常に使いやすいですね。どうしてもティップが硬くなってしまうとこのフロートとか存在が分かりにくくなると思うんですが、そんなことは全然なく使いやすいですよ。飛ぶし、こういう 15g のフロートとか使う場合だとメインラインは 0.45 とかでも全然大丈夫ですね。より飛距離も伸びますし、水の抵抗も少なくなるんでいいと思います。マックス表記が 30g なので結構ごついさをイメージされると思うんですが、そこはブルーカレントなのでしっかりとライトゲームロッドになってます。しなやかに曲がってくれますね。だるさも全然なくて楽しめる一本になってます。リールの推奨をご紹介しようと思います。100サーフはですね、自分はもう4000番が一番合うのかなと思います。理由としてはこっち2500番なんですけど、スペール系が全然違うのと、あとはやっぱロッドのバランスですね。2500番だとちょっと一回置きますね。2500番だと大体この辺りでバランスが取れますね。こちらが4000番ですね。2500番でも先重りはそんなにないんですが、やっぱ4000番の方がスプール系が大きいので、遠投していくとどうしてもラインが痩せていって放出が弱くなっていくっていうので、自分はもう4000番をおすすめします。飛距離が結構変わると思いますね。4000番に04、06が一番ベストだと思いますね。15g とかまでしか使わない方は、04でいいと思いますね。それ以上 20g とかをよく多用する方は06を入れた方が、キャストゲーとか防げますね。やっぱ100サーフを購入を考えていらっしゃる方はやっぱ遠投してっていうのが目的だと思うので、自分の場合はもうほんと04、06を4000番に入れてあげて、なるだけ遠くに飛ばしてあげたいです。